自分の言葉だけで欲しいものを手に入れるにはどうしたらいいでしょう。これはまさにアリストテレスが2000年以上前に弁論術レトリックで答えています。弁論術とは相手を説得する方法を見つける技術です。これは今日あらゆるコミュニケーションで利用されています。アリストテレスは演説に焦点を当て人を説得する3種の弁論を書いています。法廷弁論、裁判での弁論は事件現場の捜査官のように過去の事実を明らかにし判断を行います。演説的弁論、表現的な弁論は結婚式のスピーチのように現在の状況についての声明です。変化は議会弁論、奨励、遺留目的のレトリックを通じて行い、過去や現在というよりも未来に焦点を当てます。これは新たな法律が及ぼす影響を討論する政治家の弁論術であり、例えばロナルド・レーガンがメディケアを導入すれば社会主義につながり、アメリカの自由な時代は昔話として語り継がれるだろうと警告したのが一例です。しかしこれは変化を強く望む活動家の弁論術でもあります。マーティン・ルサー・キング・ジュニアが子供たちがいつの日か肌の色ではなく人格によって評価される国を語ったようにです。これらは論者が聴衆に起こりうる未来像を示して、その回避または実現のために助けを求めています。では良い議会弁論は未来のほか何に役立つのでしょうか。アリストテレスによると3種の説得術、エトス、ロゴス、パトスがあります。エトスとはあなたが信頼のおける人間だといかに聴衆を納得させるかです。チャーチルはアメリカ合衆国議会に向けた1941年の演説で、私は大西洋の国々が特権や独占に反対する潮流に生涯通して強調してきた。民主主義に尽力した美徳を際立たせました。ずっと遡ると詩人アルキアースの弁護を行った古代ローマの執政官キケロは自身の処世術と政治家としての専門性をアピールしました。私のリベラルサイエンスの研究と徹底した強要されたわけでない訓練から導き出された結論なのだ。最終的には公平無視、つまり指針のなさを示すことができるのです。ロゴスは論理や理屈を使います。この方法はアナロジー、例、研究の引用や統計などの習字技法を用います。事実や数値だけではなく、演説の構造や内容でもあるのです。女性の権利に対するソジャーナ・トゥルースの論点のように、事実に基づく知識を用いて聴衆を説得します。私には男性並みの筋肉があり、男並みに働ける。畑を耕し、収穫し、脱穀し、木を切り倒し、刈り取ってきた。男性はこれ以上のことができるのか。しかし聴衆が正しいと思い込む偽りの情報を使って論者は人を操れるのです。例えばワクチンは自閉症を引き起こすなどと、実は誤りなのに未だに広く信じられている主張が使われます。最後に感情に訴えるパトスは、このマスメディアの時代には最も効果的な方法です。パトスは善悪を問わず不合理、予想不可能となったりするかもしれません。それは平和を求めて人々を集結させたり、戦争に駆り立てることも簡単にできるのです。ほとんどの広告、肉体的な不安を軽減するという美容製品から、パワーを感じられるという自動車の広告に至るまでパトスに頼っています。今日でもアリストテレスの弁論術は強力な手法ですが、どの方法を用いるべきかを判断するには、聞き手や目的だけでなく、適切な場所と時を理解することです。そして大切なことは、この説得方法があなたに使われた時にそのことに気づくことでしょう。もっと学びませんか？これらのビデオを見て新たに挑戦してください。チャンネル登録をお願いします。あふれる好奇心を持って。